今日はこういうものを作りました。違うんですよ。もうちょっと見てくれないもの作るはずだったんですけど、木のためを思い、将来を思うとこういうことになっちゃったんですよね。この後出てくるんですけど、元は2年前ぐらいに作った石付きがあまりにも変すぎて作り直そうっていう企画、そういう動画にしようと思って作ったんですけど、結果がこれです。石付き手順のアップデートも含めて撮ってみたので、ご覧になっていただければと思います。はい、これです。はい。センスないですよね。センスなさすぎてノートに自分でバカって書いてるんですけど、自分のことバカって書いちゃってるんですけど、ここに五葉松ついてて、ここに長寿梅の挿し木したものがついてるんですけど、せっかくの五葉松の良さがあんまり出てないんですよね。しかも石つけたといってもなんか横っちょにヘリっちょに貼り付けただけで石と全然調和していないし、この根はね、この浅い鉢に全部折りちゃってるんですよ。多分五葉松にはこういう浅鉢って培養面でもあんまり良くないんですよね。こういう浅めの鉢とちょっと深さのある鉢に用土を入れて水かけた時に、どっちの水が蒸発しやすいかって言ったら、空気と触れる表面積が大きいこっちの浅鉢の方が水が蒸発しやすくて乾燥しやすいんですけど、実際にこれに木を入れて盆栽育てた時に、こっちよりもこっちの方が水の乾きが遅いっていう印象があります。乾き早いはずなのに。なんでかっていうのは、この透明の容器を使ってちょっと実験してみたいと思います。でこんな風に底に穴を1個だけ開けといた鉢に見立てた容器に水を入れます。適当に入れます。で水を抜きます。で普通に開けた穴から水ははけていくんですけど、ある程度出たらもちろん止まる。で水で切ったかなと思うんですけど、表面張力の力で結構ね残ってるんですよ、水。こんな感じで浅い鉢ってこの底面の面積が広いので、水が結構な量溜まっちゃうっていうことがあって、それが水はけがちょっと悪いかなというか、ジメジメした感じに思わせる原因かと思うんですけど、水はけが悪くてジメジメしてるやつだったら傾けろとかよく言われますよね。実は一回これ抜いてまたやり直しちゃったんですけれども、その時にやっぱり五葉松の根があんまりいい状態じゃなかったんですよね。やばいと思ってすぐ元に戻したんですけど、このままにしててもやっぱやばくなり続けるだけだなと思ったので、これ作り直したいと思います。前々回のやり方で石のベースは作っておきました。これに合うようにこうやってね作っておいたんですよ。なので今日の作業としては石をまたつけるってことなんですけど、で前上げた動画にちょっといろいろ気になるコメントをいただいてまして、この女性ななんとかさんがですね、どうして石を買うのかと、山から集めればいいんじゃないかというコメントがあって、ちょっとねなるほどと思ったんですけど、日本のイメージ、自然が豊かなイメージがあるみたいで、火山がね、国土の7割ぐらいは火山なんですけど、日本はそのイメージがあると思うんですけど、住宅街は普通の多分この方と同じような感じだと思います。面白いね。あとこの、この方セルなんとかさんですね。石の接着が長期間にわたってどの程度耐久性があるのか、石は持つのっていうことなんですよね。この前使った接着剤、それは分かんないです。でも確かに接着面が小さいと取れやすい、力を入れれば取れますね。はい。でここの方も接着剤が長持ちするのか、そういう質問があって、でも根が落ち着いて張って根をしっかりつかめば大丈夫なんじゃないかとは思うけどねっていうようなコメントだったりとか、そういうのもらってますね。確かにこの接着剤どのくらい持つかはもう分かんないんですけれども、もうちょっとねこのまま使うんじゃなくて、もうちょっと工夫して頑丈にすることはできるかなと思うので、それも少しアップデートして、あと固定の仕方とかもこの前はしょったので、そこも盛り込んでいきたいと思ってます。今回はこちらのセメントでこのブロックを補強していきたいと思います。本当に水はちょっとでよくて、
ちょっと足して、ちょっとまだこれでもまだ緩いんで、セメントを足すか砂利を足して、いい感じの硬さにしていきます。ちょっと硬めじゃないと垂れちゃうので、こんな感じ、はい、どんどんこの間にくっつけていく感じで、どうやら乾いてる状態より少し湿ってる方がちょっと染み込みやすいみたいですね。なんかミルクックみたい。ミルクックって知ってますかねこんな感じですね。ここまで来たらちょっとセメント感があまり好きじゃないので、こういうのにこう入れて富士砂でこう埋めて、セメントの表面に富士砂がくっついてセメント感があんまり目立たないようにしようかなと思います。だいぶ時間経ちました。なんか湿ってるね。ポンポンポン。こんな感じになりました。まあこんなもんでいいんじゃないか。石は一旦これで置いといて、この五葉松と長寿梅をばらしていきます。頑張ってついてるね。でも本当は五葉松の根っこはこう根の先が白くてね、水が通ってる感じがするんですけど、全体的に黒い感じ、あんま元気がない感じがしますね。黒い根の先っちょをちょっとね切ってみますけど、よいしょ、生きてはいる感じがしますね。回復の余地はあるかなと思います。ありがとう。針金をこの辺に固定用の針金をくっつけてしっかりと根付かせたいと思ってます。ここやね、この奥に一箇所つけたいね。この辺、こことここ3箇所つけたいですね。ここに接着剤でピッとつける。ここにつけて、ここにつけて、もう一枚これを挟んで、で石をサンドして、ビニールが。で固定用の針金をつけました。こうやってちょっとこの時の根の配り具合が結構大事だったりするので、こっちですよと誘導していく感じですね。でここの根っこをさっき使った針金で押さえます。切って、あとはこうやって沿わせていく感じで、起伏に合わせて根をちょっと収めていきます。これでいいかな。押さえたので毛と土でさらに覆っていきます。もうちょっと水あった方がいいかな。まあいいか。ここで石の起伏がなくなって泥団子みたいになるんですが、これはだんだんなくなっていきます。いいよ、結構いいよ。根の所在を確認。そしてこうだね、こうだよ。こうはめる感じね。仮止め。よし。完成形はこんな感じで長寿梅の根を鉢に下ろしてこういう風に見たいんですけど、仕込み中なんで少し深めの鉢に入れて、で落ち着いたら最終的にはこういう風にして
みたいなと思ってます。で水ゴケで留めてもいいんですけど、この100均の古い包帯、使ってない包帯があるので、こうぐるぐるこれで一応巻いときます。はい、これでいきます。はい、はい、できた。できました。ということで、作り直しの仕込みの最終的な姿はこちらになりました。今回は土台の石をしっかりと作りたいということと、ちょっと固定の仕方をちょっと紹介したのと、ポロ布とか布でしっかりと保護するっていう作業かなをやったのかなと思うんですけど、これがもうちょっと安定したら針金もしっかりお葉松もこのぐらいの大きさにして、長寿梅もあまり大きくならないようにやっていったら、でそれなりに鉢に移したらもうちょっと良くなるんじゃないかなっていう目策です。